ここはドルドーニュ。南西フランスにあるボルドーから東に電車で約1時間。先史時代から残る歴史と遺跡。美しい中世の街並みとたくさんのお城。美食家たちもうなるグルメ。広大な自然とドルドーニュ川。私はここでイギリス人の旦那さんマークと暮らしています。便利ではありませんが豊かな暮らし。私の名前はアキです。縁もゆかりもないこの土地で出会ったドルドーニュの魅力と素朴な田舎暮らしをお届けします。今回紹介するのは今から約2万年前に存在していた人類クロマニオン人の故郷の村です。村の名前はレゼジー。Everything in these houses is built into the rock. 約1万年以上も前にここに人々が暮らしていたなんて想像できますか？ちなみに彼らが住んでいたのは家ではなく崖の中に掘られた洞窟です。そしてこの村は先史時代遺跡群の一つとしてユネスコの世界遺産にも登録されています。国立戦史博物館や周りにはいくつもの洞窟があり訪れることができます。世界中からたくさんの観光客が訪れるためレストランやお土産屋さんもあります。村は中世時代の家が並び、季節のお花と一緒に写真を撮るととっても可愛いです。この日はこの村で暮らすお友達に会いに来ました。もしできたらついでに博物館や洞窟の見学などしたかったのですが、残念ながらすべて閉まっていたため、また別の日にじっくり訪れたいと思います。この先にあるラスコー洞窟も今一番行ってみたい場所の一つです。我が家からは車で1時間ちょっとですが、ここのように別の世界にタイムスリップしたかのような場所がまだまだたくさんあります。私も行ったことのない場所がたくさんありますので、これからまた動画で紹介していきますね。村の散策をした後の私の楽しみは、絶景を眺めながらアイスクリームを食べることです。行ってみたいなぁと思ってくださったら、ぜひ高評価とコメントで教えてください。4月下旬、思い返せばこの頃からツバメの物件探しは始まっていたようです。窓を開けておくと野鳥が家の中に入ってくることは時々あるので、あまり気にかけてはいませんでした。一度家の中に入って慣れたのか、ツバメは何度かやってくるようになりました。それから1ヶ月ほど経った5月下旬、あれ、最近は見かけなくなったなぁと思ったのもつかの間、マークがガレージに忙しく出入りするツバメがいるというので、早速見に行ってみることに。なんとも器用に勢いよく出入りしています。どうやら我が家が気に入ったようで、ガレージに巣作りを始めていました。ガレージに自由に出入りできなくなってしまうと困ると思ったマークは、この時はまだ巣作りには反対でした。
ツバメの巣作りは2週間ほどかかりました。完成したと思ったらしばらく見かけなくなり、どうやらハネムーンに行っていたようです。いつの間にか帰ってきていて、急に忙しく飛び回っているのを見かけたので、巣を覗きに行ってみました。ちなみに日本ではツバメの巣作りは縁起がいいものとされていますが、フランスではどうだと思いますか？調べてみると、どうやらフランスでも同じようにツバメは幸せの象徴とされ、人々から愛されているようです。ちょうどこの頃、たまたま行った近所のお野菜屋さんのところでもツバメの巣を見かけました。奥さんに聞いてみると、今年は4羽生まれたみたいと毎年の行事のように話していました。巣の下には箱の中に藁が敷かれたものが置いてあるのを見て、なるほどと思い、私も家に帰ってこの糞対策を実行しました。7月になるとガレージの近くで飛ぶ練習をするようになったヒナも、夜はみんな巣に戻ってきて寝ているみたいです。いつまでガレージにいるのかわかりませんが、フランスに来るツバメは冬にはアフリカへと旅立っていきます。簡単にできるおつまみを3種作ります。野菜スティックのきゅうりとラディッシュは畑から取ってきます。余談ですが、バターインゲンはこんな感じで育っています。まずは野菜スティックのディップから。お料理上手なイギリス人のお友達に教えてもらいました。クリームチーズにオニオンスープの粉を入れて混ぜたら完成。ちなみに私がディップする好きな野菜は生のカリフラワーです。2種目はブルーチーズと蜂蜜をクラッカーに乗せたものです。世界三大ブルーチーズの一つであるロックフォールがおすすめです。チーズはカマンベールなど結構何でも蜂蜜と合います。3種目は生ハムいちご。バルサミコと砂糖、
オリーブオイルを適当に配合したソースをかけました。今日は簡単なおつまみを作ってマークと一緒にアペロを楽しんでみました。このアペロはアペリティフとも言われていて、フランスの文化の一つなんですが、夕食前に食前酒とおつまみを楽しむというものになります。皆さんもぜひおすすめのおつまみのレシピなどありましたらコメント欄で教えてください。こちらの動画も楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。